はい、ちょび旅です。1年ぶりに韓国のエバーランドにやってまいりました。この1年で大きな変化が4つあってですね、1つは双子の赤ちゃんパンダ、ルイバオとフイバオが生まれたこと。2つ目はプバオが2024年4月上旬に中国に帰ってしまうこと。3つ目はバオファミリーを一目見たい人たちが大幅に増え、大行列ができていること。これは去年の動画と比較してもらえればすごく分かりやすいと思います。4つ目はプバオとの思い出を残すためにバオハウスが2024年1月20日にオープンしたこと。ただこのバオハウスがですね、エバーランドのアプリを駆使しないと入れないようになっています。この動画ではバオハウスの入り方を解説しますよ。ところで今の現在時刻はですね、朝の7時半なんですよ。オープンが10時なので2時間半前に到着しています。なんでこんなに早く来たかというと、こちらをご覧ください。こちらは前日の1月31日に来た動画なんですが、この時刻が朝の8時40分ぐらいなんですね。もうすでにいっぱい待っています。しかもこの日はバオハウスに入れていません。バオハウスに入るためにアプリで予約しないといけないんですが、入場後に予約が可能となります。そして10時から開放される時間帯と14時から開放される時間帯の計2回あります。14時から開放される時間帯はほとんどの方がすでに入場しているので争奪戦となります。なので狙うは10時開放分ですね。早く並べば並ぶほど予約できる可能性が上がります。そしてオープニングで見たと思うんですが、入場したらオープンランといってみんな一斉にパンダワールドへ走り出します。距離は約800メートルで結構大変なんですね。しかもそのダッシュしている間にバオハウスの予約をする必要があります。この動画で予習をして皆さんがバオハウスに入れるのを祈っています。入場ゲートは1から6まであります。ただ第1ゲートはレギュラーパスオンリーと書いてあるので、特殊なパスを持っていないと並ぶことができません。よって実質並ぶゲートは2から6で、曜日によって2から5だったりします。エバーランドの入場券はちょび旅はクルックで購入しています。そしてエバーランドのアプリでクルックの QR コードを読み込むとご覧のようなスタンバイ状態になるので、あとはこの QR コードを入場するときに見せれば OK です。1人のスマホで人数分登録することもできますよ。천천히 걸어서 이동해 주시길 바랍니다. 아이고. 에버랜드에 방문하신 고객분들께 안내 말씀드립니다. 안전한 보행을 위해 절대 뛰지 마시고 다른 사람들과 충돌하지 않도록 천천히 걸어서 それではバオハウスのスマートキューを走りながら登録していきます。入場してから反映されるまでちょっと時間差があるので
出ていない場合は何回かアプリを立ち上げてください。入場後、アプリのここを押してください。濃い紫部分の下にあるスケジュールスマート Q を押します。そして GoTo スマート Q をクリックします。するとスマート Q の一覧の中にバウハウスがあるので、スマート Q をクリックします。このスマート Q の部分もまだ反映されてないので、しばらく待ってみます。ちょっと紫色になって反映されましたね。それでは押してみます。するとこのように入場できる時間帯がずらっと出てきますので、お好きな時間を決めてください。その後、人数分のパスと同意の欄をクリックします。この画面が出れば完了です。定員オーバーの時はエラーが出るのですぐわかると思います。右手にバウハウスが見えてきました。実はここから左の坂を下るとパンダワールドはすぐなんですが、並ぶ人数があまりに多いため、このように遠回りさせられています。3月上旬までのパンダの観覧予定は10時10分から14時頃まではロバオとアイバオ、そして双子の赤ちゃん、14時からはロバオとプバオの予定となっています。結構抜かれていますが、このペースでも2回は赤ちゃんパンダが見れます。そして14時からバウハウスに入って見終わったらまた並ぶという工程です。3月上旬を過ぎると赤ちゃんパンダの観覧時間も徐々に増えていくと思います。それでは今からエバーランドアプリの登録方法をご紹介します。まずはアプリ自体がハングルで表示されているので、唯一の選択肢イングリッシュに変換していきます。エバーランドを選択して、このポップアップ表示はすぐ消します。そして続けてこことここをクリック、イングリッシュをして前のページに戻ります。今回はエバーポケットを押してみましょう。ログインした後にサービスを受けることができますよというメッセージが現れて、この画面に移ります。 iPhone の方は Apple マークを押すとすぐにログインできます。 Android の方は一番下にある Sign up for Guest をクリックします。同意を求められるのでクリックして Next です。そしてチェック E メールをクリックします。入力したメールアドレスに6桁の数字が送られてくるので、ここに入力します。その後は流れに沿って名前、誕生日、電話番号。電話番号は81の後に最初の0を取って自分の携帯番号を入力しました。その後は自分で決めた ID、パスワードを入力します。そしてちょっと難しいのがこのアドレスですが、ちょび旅では宿泊したホテルの住所を入力しました。すると登録成功の画面が現れるので、ログインをして ID とパスワードを入力しログインします。足が下り坂で今日やっぱ紐靴じゃなくてよかったね。紐の靴じゃなくて昨日より早い。마지막 구간입니다. 만약 아직 대기열에 합류하시지 못한 일행분 계시다면 멈추지 않고 이동하셔서 오른쪽에 있는 남성 근로자에게 말씀해주세요. 이 구간에서 말씀하시지 않고 그냥 이동하게 되시면 저희 어떠한 경우에도 늦게 오신 일행분과 함께 관련 도와드리겠습니다. 우와, 가와이. 많이 썼나? 진짜 많이 썼나? 쓰기도 많이 써. 걸기 많이. 냉장 가도록 하겠습니다. 저희 커튼이 걸어
建物の中は大きく分けて3つの部屋があり、各部屋の滞在時間は5分となっています。最初の部屋はいろいろと凝っていて楽しめる部屋なんですが、見とれているとどんどんと順番を追い抜かされてしまうので、ぐっとこらえて第2の部屋の直前まで進んでいきます。中の詳しい様子は去年の動画韓国2-8に収録していますので、そちらをご覧ください。この部屋がただ列を作るだけのスペースになっているので、ちょっともったいないなと思いました。なんと先頭をゲットしました。超ラッキーです。これは順番が後ろの方だった時ですね。この位置だと場所取りも結構難しくなります。この先は右と左どちらに進んでもいいんですが、左側はロバオがいるスペースがあり、右側は親子パンダもしくはプバオがいるスペースとなります。ちょうどこのアクリル板のあたりにロープが張ってあって、最初はロープより手前側、後半はロープより奥側に強制的に移動させられます。ここに黒いつむじが2つあるのがルイバオです。そして黒いつむじが1つしかないのがフイバオとなります。
今回不運なことに赤ちゃんパンダとロバオが同時に室内にいて、外にはレッサーパンダしかいないという状態が何回かありました。全然見えんけんわからんかったけど。これは最近できたフーズビレッジです。この方は孫飼育員で孫バオと呼ばれています。今はエバーランドの YouTube にもたくさん出ていらっしゃいますよ。せっかくなので話しかけてみました。손 선배님, 저 일본어에서 왔어요. 바오 가족 보고 싶었어. 감사합니다. 예. 일본 어디서 오셨어요? 네, 일본 어디서 오셨어요? 후쿠오카예요. 후쿠오카요? 네. Everyday watching. 매일매일 유튜브 보고 있어요. 감사합니다. 네. よかったね。それでは今からバウハウスに入っていきます。こちらのスケジュールスマートキューブを押すと、ご覧のように QR コードが出てくるので、入場する際に係員に提示します。観覧時間は15分で1回40人、1日1000人となっています。多いようで狭き門です。なんか手紙かけるの。スーパーにお手紙書いた。
終わり？終わっちゃった。寝てる。どうしよう。あ、なんか始まった。고마워. 우리 공주님 할아버지야. 너와 함께한 지도 벌써 3년이 되었구나. 3년이라는 세월이 마치 3일처럼 흐른 것 같아. 매일매일 혹시 모른 눈빛으로 할아버지만 바라보며 따라다니던 우리 푸바오. 푸바오의 탄생에서 할아버지가 늘 함께였던 것 알지? 아니 할아버지 안녕하세요 할아버지. 아이고 조심조심. 푸바오가 태어난 순간부터 행복했던 할아버지는 푸바오를 행복하게 해주고 싶었고 푸바오를 만나는 모든 분들이 행복하길 바랐어. 그리고 정말 행복을 주는 동물이라는 너의 이름처럼 참 많은 사람들이 행복해하고 있단다. 아빠를 닮아 예쁘고 호기심 많은 푸바오, 엄마를 닮아 지혜롭고 똑똑한 푸바오, 할아버지와 삼촌 이모들의 사랑을 잊지 말아줘. 푸딩이, 애둥이, 푸덕이님들의 사랑을 잊지 말아줘. 어? 우리 세상에 태어나줘가지고 할아버지가 정말 행복했어. 그래? 아이 우리 푸바오는 어디로 가든 누구와 있든 주위에 따뜻한 사랑을 받으며 잘 적응하리라 믿어. 할아버지는 활짝 미소 지으며 너를 보내줄 거야. 눈물 보이지 않는다고 서운해하면 안 된다. 푸바오, 할아버지에게 와줘서 고마워. 내가 10살, 20살이 되어도 넌 할아버지의 영원한 낙이 판다라는 걸 잊지 마렴. 사랑한다. 2023년 11월 가을이 깊어가는 어느 날 할아버지가 푸바오에게 관람 시간이 종료되었습니다. 다음 관람하실 손님들이 기다리고 있습니다. 다음 손님들을 위해 출구로 이동 부탁드립니다. ここですね、みんな素通りしていってるんですが、見落とさないように気をつけてください。はい、ここからはお土産屋さんをご紹介していきます。パンダの観覧が終わると自動的にこの部屋に来ることになっています。100幕前やと9000円。これはお楽しみ袋。エコバッグや、ただの。ああ、9000円は。
あーガラスではない。プラスチック。7000ウォン。1万ウォン。1万ウォン。3万7000ウォン。これとこれがあ、2種類あるね。これはこの一緒かな。3万4000円。かわいいね。これが1万ウォン。え、ちっちゃいのに？これはポシェポシェットいくら？1万8000円。折りたたみ傘？レバラン折りたたみ傘。2万3000円。使えんね。それレッサーのやつね。あ、ちっちゃいのもあるね。1万9000円。123g。パンダワールドのお土産屋さんから入場ゲート近くのお土産屋さんに移動してきました。こちらのお土産屋さんはスペースが広く、あまり混雑していないので、パンダワールドショップよりおすすめです。メモリーゲーム。あ、神経衰弱。神経衰弱だって。ゲームができる。わ、子供用かな。子供用やね。向こうあったのかなかったのか分からんけど、こういうのとかなかったような気がするね。ぬいぐるみがちょっと多かったもんね。あ、本はある。これカレンダーじゃない？多分写真1枚あ、1枚の写真。額縁とか入れてあー飾るっちゃう。お菓子。ランダムでこの中の1枚が入っています。肉球がある。肉球が。カチューシャ1万2000円。これ足にさ、トバオって書いてある。ああ、本当だ。ね、いくらするか。1万いくかな、これは。なんかさ、10万9000円。このエレベーターが12時からっていうのがわけわからないちょっとこれ坂すごいよ。
ファミリー。カレンダーとどれくからいあ、こっちもある。こっちも2つある。これ風ばっかり。プパーばっかり。プリンセス風。プリンセス。あ、書いてある。45,000ウォン。いろいろ書いてあるね。ちょび旅。気づかんかった。空気入れて膨らませてる感じだね。130分って書いてありますが、だいたい1時間ぐらいで入れます。ここからは路線バスを利用したエバーランドへの行き方をご紹介します。バス停は地下鉄9号線新ノンヒョン駅と2号線カンナム駅の間にあります。さらに LINE フレンズとカカオフレンズの間にバス停があるので、9号線から来ると LINE フレンズ、2号線から来るとカカオフレンズが目印になると思います。ちょび旅はミョンドンからバスで来たので、横断歩道を渡ると LINE フレンズがあります。余談ですが、バスの場合もう一つ先のバス停から乗ると移動することなく中央のレーンから乗れます。エバーランド行きのバスは5002番で、エバーランドへ向かう方は 5002A、 帰ってくる方は 5002B となります。ねえ。LINE フレンズとカカオフレンズの間ね。これさ、バスから来ると LINE フレンズが違うんやけど、地下鉄から出てくるとカカオフレンズが目印になるんだね。これ縦に並んだら通れんくなるよね。横に並んでる2階建てバスに乗る予定でしたが、あまりにも早朝のため普通のトップドアが来ました。この数字はあとどれくらい乗れるか表しています。今降りているので数字が増えていってますね。あ、乗るね。そして今並んでいる人たちは朝早いので、ほとんど大学に向かう人たちです。運賃はエバーランドまで大人1人、現金だと2900ウォン、カードだと2800ウォンとなります。バスの中は USB が使えました。所要時間は約50分となります。
전차입니다.みんな学生かもしれん。乗ってる人。ほとんど乗ってるもん。うん、大学終点が大学あたりじゃなかったかな。今の時間7時35分だって、やばい早すぎた気合い入れたら早すぎた去年来た時とは帰りの乗り場が違ってまして、帰りはこの12番から乗ります。あ、B ここだ。一番手前だ。帰り、うん。あそこにある。この階段を上って道なりに進めばエバーランドの入場ゲートへ着きます。まっしぐらできた。帰りは 5002B なので間違えないようにお願いします。 5002B と書いてあっても、ここを素通りしていくバスもあったので、乗れなかったと慌てなくても大丈夫です。奥からも2階に上がれるので、奥の方から登ってみます。帰りの降りるバス停はハイウェイを降りて最初のバス停となります。最後までご視聴ありがとうございます。参考になったと思われた方は高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。